何するの？稽古用のドリンク作ります。ご賞おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱ豪華って気持ちいいよね。豪華して気持ちいいですね。本当あと1万貸したかったです。これはクレアチン？はい。と EA です。やっぱみんなこの入れ物にしてるね。そういえばまだ狼雅関の付き人になってるの？いや、今は三田関の付き人してあ、そうなんだ。はい。変わったんだ。1ヶ月だけうん。ついて、5月入ってから三田関の付き人になって、じゃあ今狼雅関の付き人は？お竹山さんと相賀です。ああ、戻って、はい三田関の付き人は？僕とジャスティンです。生田目関は、若宮美さんと月岡さんです。体の体重とか変化とかある？体重は場所入る前130あったんですけど、場所終わったら120しかなかったです。10減る。10減って、6キロ戻して126だったんですけど、この合宿2キロ痩せました。なんでその場所中に10も減るの？いや、なんでかわかんないですけど、なんか痩せるですね。食事はちゃんとできてる？食事ははい、いつもプレッシャーとか？そうですね、プレッシャーが緊張とあって。入門はいつですか？入門です。入門したのは昨日です。昨日入られて今日から練習です。高原君。そうです。高原、下はなんて言うんですか？ケイトって言います。はい。どういう感じなんですか？契約の金、北斗の音です。今おいくつですか？18です。若いですね。はい。高校卒業して、ちょっと手術したんで、それのリハビリをやってから来ました。はい。だからちょっと遅れてってこと？そうです。どちら出身なんですか？神奈川です。神奈川。はい。この部屋に入られたのはスカウトとかなんかですか？そうですね、親方がずっとなんか目つけてくれたらしくて、なんかいい、なんていうんですかね。まあでも、なんか親方の人柄もいいですし、教え方とか見てても、自分に合うかなと思ったんで、そうですね、選んだっていうか、そういう運命かなって感じでしたね。運命。はい。なるほど。もう神棚の掃除は毎日？毎日一応やってます。今日から使うからはい。塩で清めてたんですね。はい。そうです。身長と体重ってどのぐらいなんですか？身長は177センチで体重120ぐらいです。怪我ってどこの怪我だっ両肩脱臼癖がすごくて、手術、親方が手術の先生とか紹介してくれたので、それで手術受けてみたいな感じです。で、ここがそういうこと？そうです。こっちの後ろもあるんですけど、右が後ろで左が前を手術しました。そう。試合とかでも全然外れちゃうんで、そうなんだ。はい。もう最後の国際とかもう脱臼しちゃって最後負けちゃったんで、それを親方に言ったら紹介してくれて、そうです。何相撲になるんですか？いや自分でもあんま分かんないですね。やりたいことやる感じです。なんかかっこいいですね。いやそんなことないです。相手見て決める感じです。
じゃあ押したり組んだり、はいついたり、いろいろそうですいろいろってことはい。へえ。最初ってやっぱ硬いの？はい、いやでも自分黒回し初めてで案外柔らかいなと思いまし今まではその学生の時は？た。青とかです。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ硬いですね。あ、そうなんだ。はい。あ、全然違うんだ。柔らかい方だと思います。そうなんだ。はい。あ、大勝ちおめでとうございます。連絡ありがとうございます。もう強かったね。ちょっと面白かったですね。自分でもびっくりしました。強かった。何点？ 80点ですかね。80。 80 20は、引かないで切りたかったですね。昨日はよく寝れた？は何時に寝たの？い。いやでもまあ12時ぐらいじゃないですか。 12時。はい。で、今日は何時に起きた？5時50分とかに。早いね。はい。失礼します。今日はどうもお茶です。一応にお茶です。ありがとうございました。はい、わかりました。はい。
はい。
この
右からせーの、レッツシェイク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 、レッツ
正座して、そう。どうした。どうした。気をつけてね。5月場所はどうだった？いやまあひどかったですね。ひどかった？まあ16なんで。体重はどう？なんか変わってる？1兆円になった時は、4キロぐらい痩せちゃったんですけど、今戻ったんですけど、まあ、120変わらずですね。なかなか増えない。はい。でも一昨日ぐらいには師匠とご飯行ったんですけど、その時は122やったんですよ。いっぱい食べたんで。まあでもう少しで壁は破れるかな。120を超える壁ってこと？はい。勝ち越しおめでとうございます。まあ4-3最低限ですけど、いやいや、でもね、ちゃんと勝ってる。3場所ぶりっすよ。あ超緊張してます。緊張した。緊張してます。これは若身よ。若身プロテインです。プレーン。血の上だね。これって普通の量なの？3杯。いや、ちょっと多めに。ちょっと多めに。4杯、5杯。 3、4あたりですかね。なんか見てて思ったけど、やっぱもう肩の辺がなんかすごいでかくなってるなりました。ね。はい、自信を持って言えます。鍛え抜いてきました。なんかポコってなってるなって思ったよね。合宿で頑張ってきました。あと、普通にいっぱい突っ張ってたら、でかくなってます。成長ですね。成長ですよ。頑張りましたが。半年ぶりってことか。3場所ぶりってことは。勝ち越しですか？
そうっすね。うん半年以上じゃないですかね。あ、間さん、あの、 3場所負け越したってことそうっす。あー3場所連続で負けしたっす。確かになんか、 11月からですね。だから11と1月と3月。うんうん。去年からもう勝ち越してないんですよ。勝ち越しなかったんですよ。ああ、そっか。放心状態。放心してたの放心状態になってて、ああ、勝ち越しだと思って LINE 見たら、ん佐川さんからおめでとうって言ってうんそうだよね、安心するよね。まあしかも13日目とかですかね、7番相撲でうん。なったっすかね、最後の最後で。 7番相撲っていうのは、もう7回目の相撲ってことそうっす、うん7回目です。幕下7回相撲取るじゃないですか、うんケツっすよね。うん。ここに13からまあ7番相撲って始まるんですけど、13、14、15のうちのどっちかに入るんですよ、うん。最後が。うん。これが僕が13日目だったっていう。これ千秋楽だったらまた気持ち違うっす、それはどっちに違う？いい方？悪い方、あ、悪い方。緊張ってこと？緊張。ああ。すごかったね。今場所ほぼねえ。茶はもうないです。一人立つ。やっぱ入れる前絶対匂い嗅ぐよね。癖？癖です。これだけ肩とか変わってきたら体重も違ってきてる？いや、今142キロです。場所が148スタートだったんで、ああ。本場所10キロ落ちたっすね。だからみんな落ちるね。やっぱ K がも朝10キロ落ちたって言ってたけど。 48スタート、38終わりですね、場所は。名古屋怖いっすね。ああ、暑いし。暑いですし、うん。で取り組みもありますし、うんうんうん。何キロ落ちちゃうんだろうなって。で暑いと食欲湧かなくなっちゃうんで。あでも食べなきゃ体重もね維持できないし。なんかめっちゃなんか洗ってどこだっけ？お前洗い物。チャーシュー？チャーシューっていうか煮豚？煮豚？角煮とは違う。わかんないです、どうなると。うんチャーシューになる。あれやってるから、やってるっていうか、そうするとああ、まだ。ね。分厚いね。全然火通ってる。うまそう。ねえ、うまそう。うわ。うまそう。ねえ、うまそう。ミーさん来ると3割増しぐらいで美味しそうに見える。
でも見栄え悪いっすよ、皿盛り付け。見栄えね。こっちこっちで実家は帰ったの？いや、帰ってないっすね。帰らなかったんだ。帰らなかったっす。なんで？遠いから。遠くないでしょ。人とまあそんな遠くないって言われるんですけど、うん。案外遠いっすよ。電車で1時間は。いや、遠くないよ。全然遠くない。遠く感じるっすね、最近。まあでも次らへんは帰りたいっすけど。名古屋の後。名古屋終わった。いや、まあ9月でもいいっすけど。若見は帰った？帰りました。おお。若見も川崎？川崎ですね。ね。1時間半ぐらいですかね、電車で。近いよね。近いです、近いです。4、5時間超えないと遠いって思わないです。帰って何したの？帰って父親とネットフリックス見ながらお酒飲んで友達ともご飯行ったっす。 YouTube 見たり佐久間さんのノブロック TV、あれとかネットフリックス、あとバトン村も見ました。あるね。今回はあんまし外出てないですね。ずっと家の中で美味しいもん食べて。美味しいもん食べて飲んで、さぞ美味しい酒だったでしょ。めっちゃ美味しかったです周りが早かった気がします、いつもより。大勝ちしたらもうだってたまんないよね。嫌なこと全部忘れそうだ。全部忘れてたっす、幸せで少しいい感じになったら布団入って寝て、でまた起きてお腹空いたからご飯食べて、本当自堕落な生活を過ごしましためっちゃいい色じゃない。じゃあまじゃあまあシュプレックスじゃない。あーよかったよかったじゃないんですよ。よかった今この世に自分だけしかいないかと思ったっすわ聞こえてた。ちゃんと。ワンピース着てるみたいな。はい。ワンピース着てるみたいな。なんでですか。同じセットすぎてですか。そう同じ色だから。高原君、今日は初稽古どうだったの？だいぶ疲れました。でもまだ取り組みとかもできないから、とりあえず筋トレみたいな。今はそうですね、リハビリ中ではありますけど、まあとりあえず初場所に向けて、7月場所に向けて頑張りでます。7月は出る予定で。前相撲から、はい。なるほど。まあ本格的になるのは9月からで、はい、同じです。とりあえず。料理人がやるやつだ。料理人がやるやつ。そうなんですか。
らいのふわふわの方が好きです。半熟加減がね、吸収率もこっちの方がいいって言うよね。あ、そうなんですか。完全に火通っていうよりかは半熟ぐらいの方が。メロンある。メロンみたいな形で。ボディビルダーの掛け声であるよね。あるですね。何十何番肩メロン。肩に軽トラ乗ってんのかいみたいな。あるですね。いろいろ行ってみたいですよね、一回。面白い。大喜利だよね。お腹いっぱいするのもこういういただき物でね、美味しいものでなるのはいいよね。今日ジャスティン1回しか来てなかった。今日は納得いかない。あとはケンさんに買ったリバントも全部下がりながら戻してくれただけ。うまかったね。ちゃんと見てるんだね。見てますよ。みんな見てるっすよ。なんか吸収できるもんないかな。何時今？12時。行くな。11時。早すぎる。早い。早い方なんスピードスタート。もう12時。まあね、11時17分。11時17分。11時11分です。11時17分。早っ。スピードスタート。スピードスタート。ああ、いや。サービス。まあタレで代用してチャーシューのタレで。照り焼きを買ってます。味に妥協がないの。妥協ないです。おう。こっちも？うなじが。見事。照り焼きみたいなことなの？おつまみチキン。何今の？オーダーみたいな。オーダーおつまみチキンみたいな。おつまみチキンでいいんじゃないですか。急にキャラ変しないで。たまに変わるんですよ。変わる。おつまみチキン。おつまみチキン。引っ越しおめでとうございます。ありがとうございます。皆さん。はい。皆さん。ギリギリでしたけど、最後。まだ幕下にはまだ行ってないです。多分行かないと思う、今回も。ヒットあたりで。多分一桁、多分6、7枚目あたりじゃないですか。やっぱそこの壁があるよね。壁っていうか、まあ、ちょっと緊張したところがあるかもしれないです。自分の相撲が取りきれないとか。まあ、何番かいけるときはあるんですけど、最後までそれができればいいんですけど。みんな言うね、その緊張とか。そうですよ。あるんだ。どうしてもなんか意識しちゃうと、あれなんで、あんまり意識しないつもりなんですけど、ちょっと意識しちゃうかもしれない。とりあえず最初は勝ち越すことを目標で、その後に一番です。それ毎回言ってるんですけど、僕は。そうだね。次は行こう。頑張ります。連続で勝ち越したんで、この間、ジャスティンが勝って、ケンさんが勝って、ケンさんが目の前で勝ってたので、確かに。それが一番緊張したんですよ。確かに。
なんかいるな後ろに。いますね。います2つでいい。勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。あれ4ですよね。三からの。いや、3連勝、3連敗。どうしたの？崩れた。崩れちゃった。ちょっと崩れちゃったですね。なんかいや、最初3連勝で、ちょっと意識しちゃったんですよ。ストレート勝ちっていうの。だからちょっと崩れちゃって、3-3になって、危うく、ちょっと。なんとか勝ち越すことができたんで、ギリギリだね。いいですね。あれちょっと待って、でも今回初だっけ？その付き人になっていくのって。前からああ、いや前だっ、け初です。初？初じゃあ毎日15日間ありまし。したたのが初ってことだ。はい。大変やった。初めてで、最初何も分かんなかったんですけど、まあ最初は疲れたですね。なんかもう、途中から、やっぱ自分の相撲も考え、なんか3連勝した時はもうノリノリだけど、負け始めてから仕事にちょっと集中できなくなっちゃったんで、まあそこもちょっと切り替えていかなきゃな。そういう時やっぱなんかこうしろってなんか三沢関からいろいろ言われたりとかあるんだ。そのアドバイスはまあ普通になんか腰が引けてるとか、勝てたみたいな、まあいろいろ言われます、ね。まあプラスに働いてる。はい。励ましてくれます。とりあえず勝ち越した。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうだった？5月場所。どうだった？まあね、その数字はもちろん分かってるけど、はいやってみて。頑張ったですね。ままあでも通用しなかったって感じはなかったですね。力負けしたって感じはなかったんですけど。緊張してなかった？最初2連敗だったんで、まあちょっと最初硬くなってる部分はあるなと思ったんですけど、まああと、まあ、思い切ってやるしかないなと思ったら3連勝して、勝ち越せるわと思ったんですけど、ちょっとそんな甘くなかったです。まあそこが自分の実力だなと思って、まあでもいけるなと思ったんで、まあ来場所もう一回5番6番勝って上位戻れたらいいなと思って。そうだね。なんかね、いつも見てるから強さ分かってるんだけど、難しいんだね、やっぱり実力を出すっていうのが。そうですね、みんな、なんていうんですか、作戦一応考えていくんですけど、まあ90%ぐらい、まあそれがうまくいかないですね。こうやっていってこうやって勝とうって考えてるんですけど、まあ90%もっとですね。こういうつもりで勝ってたらいいなって思ってるんですけど、やっぱり崩れるんで、そこでどう冷静になれるかが大事なんですけど、最後2番はちょっと冷静になれなかった。最後3勝3敗で、まあ土俵上がったんですけど、まあ思い切っていったんで、負けたんですけど別に後悔はしてないです。思い切っていって、まあ負けたんで、まあ来場所頑張ればいいなと思って、まあ悔しかったですけど別にまあいい経験ができたという。物言いがついた時あったじゃん。はい。あれは自分の中では。自分の中ではもう 100% 勝ったと思ってます。ああ、そうなんだ。感覚的にはもう残ったなと思ったんで、で見たらまあ相手の方に上がってたんで、でもまあ物言いついたんで勝てるなと思う。たまたま親方だったよね、目の前。そうですね。まあ師匠が助けてくれたみたいなみんな言いますけど。いやまあ普通の審判として普通に判定した。勝ってたんで、美容室でも見てるんで、記事見てもらうと分かると思うんですけど。頑張ってやります。頑張ってる、知ってるよ。見てるから。お久しぶりです。久しぶりです。勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。手、やっぱり目がいっちゃいますね。痛いです。発症した時ですか？に押した時に音鳴って、あ、いったーと思って、なんかパコンって言って、外れたと思ってこう外れたと思ったらこうグニグニやってたんですよ。そしたらそれ結局ここが折れてて、パコパコって言ってたんです。なんか素直に喜べなかったです。まあ嬉しかったですけど、すごく
ほっとしたんですけど、うんそれも先に伊手が勝ちました。いたみたいな。それで休場されてたんですね。でも勝ち越し決まってからで良かったですね。そうですね。まだ不幸中の幸いというか。はい。まあ嬉しいですね、やっぱ勝ち越しで。はい。最初はね、なんかシンクロ現象が。そうっすね。なんか逆になんか負けて、さっき自分が負けて、こうあっちが負けたら、ごめんみたいな。先に負けちゃったから。で逆にあっちも先負けて、ん俺負けたらあっちが、ごめんみたいな。変な関係で。しょんぼりしてまし初めての15日間、た。はい。そういう意味ではどうでした？まあ、なんか、なんですかね、逆に気が抜けないというか、ずっとこう、場所終わって、ちょっとゆっくりしたら、もう次の対戦、相手決まってるみたいな、なったんで、まあ、ずっと、意外と気疲れはしなかったんですけど、まあ、身体的にはきつかったんですけど、気疲れはしなかったです。体重は減ったりとか。体重は全然変なかったあ、です。そうなんですね。もう、そうですね、もう帰りのタクシーで、まだまだの時期と、ウーバー頼みやすい。帰ったらすぐ食べれるように。帰ったらすぐ食べれるように。で、こう勝って、ウーバーするじゃないですか。で、次の日も勝ったら、やっぱそれ縁起いいじゃないですか、そのウーバーでそれを頼むんですよ。同じものを。はい。なんかで負けた時はもう、カツ丼食って負けたんですよね。でそれを頼まなかったです、途中。やっぱ弦は担ぐんですね。家担ぎます。ちゃんと5日目も2人負けたんですけど、はいはい手ついて、はいしっかり焼き鳥食べに行きました。手をつかない動物の肉を食べるということですね。めっちゃ食ってましたよ、カレー。えぐい食ってました。化粧回しはなんかその代々その動画関とか名畑目関は動物のやつがは狼と象い。はい。で三田関がゴリラ。ゴリラ。いなんでゴリラだったの？や、なんかゴリラってやっぱ、すごいじゃないですか。で、まあ、身体能力も高い。まあ会長に何か聞かれて、ゴリラって言いましあ、自分で？た。はい。かっこいいし、かっこいいですね。次の場所は間に合うんですか？間に合います。間に合わせます。で今日なんかやってた感じでもうなんかいけそうな感じだった。今日。はい。あ、そんなもんいけるんですか？結構こう固定したらなんかこういけそうな感じだったんで、いけるかなって思います。どのぐらい経った？また夜会ったら聞いてください。夜会えない。ケチャも勝ち越しおめでとうございます。で連チャンだったっ連チャンでしょ。け？ね。緊張した。
僕も踏んでるうんそのかかってたここの3人怖かったですよね、流れがうん崩したらっていうなんとかいいスタート切ったんで勝ち越せたなんか要因みたいなのってあるの？いや今回はこれが良かーったなみたいな。でも後半手が伸びたから最後の、5番目と6番目のじゃあ休場中から2つの時にさ、取り組み表を画像でさ、これでますみたいなのあるんですけど、何時くらいまで出ますみたいな。送ってきてくれたり。全然響いてない。それがいいと思いますけど、そう偉いなって思います。思います。律儀だよね。いやいやいや、見ようってなるの。見てもらわないと。見ようで見たの。強かった。よかったですね、本当に。見たんですか？見てる？もちろん。なんで？すみません、いや、見てないのかなって一瞬思っちゃったっす。それ送られてきて。送られてきて、見ないのかよちょっとごめんねみたいな感じで。いやいや、そんな。ちゃんと見てるんですよ。見てる。いや、それ見るでしょ。そうです。それ相当白状でしょ。完全復活だったっすね。ね。うわーいいね龍太郎龍太郎なの。すごいね3兄弟で勝ち越してさ、みんなで帰省したの。 3人でしましたまあなんかいつも通りのなんかくだらない話してみんなで笑ってた感じですあ、この人誰だった4兄弟兄弟なの。何番目なの？一番下っす下なの。俊太でしたね。名前はだって深夜でしょ健太でしょ俊太でしょ俊也
間もない人にさ、油買いに行ってる。これも食べてない。ああ、いやいやいや。帰ってきてもらうんだけど、嫌じゃん、帰ってこれるの。遅いから嫌じゃん。俺って結構遠藤に言うの、相撲中にもこうやってやれよって教えてあげるのにこいつはやんないでしょ。とかさ、立ち合い絶対離れない方がいいよってちゃんと離れてたよ。なんかしょっぱな仕切り線近すぎて、手詰まった感あったんですよ。けどダメだなと思って。でも本場所の若宮の相撲、もう手すごかったですね。あれがもう真の若宮かと思った。今日さ、若宮って言ったの知ってる？一発目言ってたんですね。いつも遠藤がさ、龍太郎で若宮って言ったの間違ったよ。びっくりしたっすもん。笑いそうだった。え？なんか急に出たんですよ、若宮ってでけえ子かなとえっ思った。と思っていつも遠藤がはい若宮って言って笑っちゃったもんね、ちょっと。トーマさん買ったもの自分トーマさんしこ名で呼べばいいのか悩んだっすもん。たまにやるじゃないですか。今日はここ最近でいっちゃんいい稽古した。クーラーでリモコンあるじゃん。はい。後ろに品番書いてるらしい。頻繁に書いてます。後ろに品番。品番。はい。だから
よし、どうも中小。小学校とか中学校の時はどういうことをしてたんですか？もともと年少から空手やってて、まあそうですね、全国大会で優勝したりとか。そうなんですか？はい。全国大会で？まあ何回か、2、3回ぐらい。それは何歳の時の？小学3年生の時と、6とか、あと中学2年生の時とかです。そんなに全国で優勝しはい。すごい。ありがとうございます。空手は何歳までやってたんですか？中学校3年生までやってました。中3までやって、はい、でそこから高校に行って、高校から始めた？いや、相撲は5年生からやってました。小学並行してってこと、はい、相撲は何で始めたんですか？なんか地域のお祭りがあって、その親戚とかが、お母さんがなんか相撲をやらせたらしくて、その地域のお祭りに参加したら西ヶ丘高校っていうんですけど、そこの監督にスカウトされて、最初はやめたかったんですけど中学校ぐらいから勝てるようになってきて、まあだいぶ楽しくて、まあ、続けて結局プロになるっていう感じですでそこで空手と相撲を両方やるようになって、はい、で高校から相撲一本に？そうですね、もうそこから高校からは相撲で行こうと思って。それは何でですか？スカウトも一応その小学校とか中学校までは小田原相撲連盟っていうあれだったんで、ですけどその高校でその練習させていただいたんで、まあそのままはい、エスカレーターみたいな、そうですね。なるほどね。はい。でも空手でも結果を出してたじゃないですか。まあそうですね。それでも相撲一本にしたのってなんでなんですか？いやまあ空手も大好きですけど、なんか相撲の方がなんか見てて楽しいじゃないですか。やってる分も楽しいので、まあ空手も楽しいんですけど、まあ将来なんか引退したらやろうかなみたいな感じで空手はそうなんかそうですね。まあ確かに相撲は将来はなかなかやりづらいもんね、今しかないみたいな。はい。引退してからまあなんかそうですね。そこで練習して例えばプロにまあそこでもなれたらいいなとは思ったりしますね。はい。おいおいね。はい。高校での成績とかはどうだったんですか？まあ高1はもうそんな全然ダメでした。まあ関東8ぐらいですね。高2から、そしてインターハイ出たり、まあ、県2でインターハイ出たり、関東も3位とかぐらいですよ。そんな別にまあ団体だったらまあ全国ベスト8とか、はい。2年生の時1回だけ関東1位取りました。もう、すごい。でもその親方が、まあ親身になってくれたりとかっていうのってどういうことを言ってくれるの？自分最後の大会国体で脱臼しちゃったんですよ。でそのことをまあ、脱臼癖があるっていうのを結構前々から言ってて、自分が、試合終わった後確か高校来てくれたんですよ、自分の、その時に手術の、自分肩のスペシャリストの先生がいるから、紹介してあげるから、その手術してからうちに来ないかみたいな感じでしたね。肩とかのことしかも週に1回ぐらい連絡くださって、肩大丈夫かみたいな。そっか、その会った後に？そうですね。入院した時も、手術前のその気持ち分かるけど本当に頑張ってねみたいな感じでずっと連絡くださってたので、週1でぐらいでもう結構頻繁なペースで電話してくださって、すごい豆だね。そうですね。でも全部、もう早く予定を作ってくれて、じゃあ今先生の連絡先はこれだからみたいな、で広告をして先生のとこ行ってみたいな感じですぐやってくれたんで、まあ、そういう熱い思いを伝わりました。でまあおかげさまで手術していい先生紹介していただいて、まあ、だいぶ大成功みたいな感じで手術が。それはじゃあ入門したいってなるね。結構の覚悟はいったんじゃないですか？いやまあそうです。まあ
ぱそのプロの世界ですし、また大学アマチュアとかとはまた違うの分かってるんですけど、早く恩返ししたいなって感じで、親とかに、地域の方とかいっぱい支援してくださったんで、その大学行ってもよかったんですけど、その大学の4年間を、プロでどこまでいけるかっていう考えで、それ決心つきましたね。なるほど。目標としてる人みたいなのっているの？でも三田関が俺結構、アマチュアの時から見てて、すごい自分の好きな相撲です。あ、そうなんだ。はい。構え方とかちょっと真似したり練習であ、そうなんだ。はい、しました。三田関も結構なんだろう、トリッキーというか、スピードがパパパンって速い。そうですね。で高原君の相撲もああいうちょっと変に真似して負けたりしますけどなんかもう何ですか、もうその本当に真似しすぎて、なんかやっぱ本当の動きじゃないですか、三田関の動きがちょっとふざけてとは言わないですけど、結構ガチでちゃんとなんですちょっと真似してみたりしたら、失敗したりとかありますけど、いやでも結構自分人の真似るの好きなんです。好きっていうかなんか好きかもしれないです。影響されちゃう。はい。この人のいいところをこう取ろうみたいな感じで結構真似たりします。自分の相撲のどういうところを見てほしいとかって言うとしたらなんかありますか？いやでもなんかみんな後輩とか同級生とかは何してくるか分かんないって言われますね。なんか結構いろんなことをやるタイプかもしれないですね。その三田関の影響はある？そうですね、立ち合いちょっと似せたり、そうですね、構え方もちょっと似せたりしてる時もありました。三田関が大学生の時とか、自分高校2とか3年生だったんで。もうファンじゃん。もうずっとまず筋肉がかっこいいですね、胸の。確かに。胸筋でかいですよね。でかいですね。三田関のいいところ真似するところもあるんですけど、やっぱ自分の動きにしたり、いろんな選手見て、この人のこの動きいいなと思って取り入れて、まだ何個か自分なりにはありますね。なるほど。またじゃあなんかそれがどんどん変化していく姿を楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。上ちゃん、ようこそ、お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきますので、よろしくお願いします。